今3時半です。3時35分の電車でチューリッヒに戻ります。ここがチューリッヒ中央駅です。トラム全然チューリッヒに来たのに観光してなかったので、明日お天気が下り坂のようなので今のうちに撮影していこうかなと思います。これからちょっとリンデンホフの丘というところに向かいます。フライングタイガー、日本と変わらないかも。ここはリンデンホフ通りといってトラムしか走れないようになっている通りだそうです。ここはリンデンホフの丘で韓国の有名なドラマでロケ地になったので有名だそうです。オープニングで流れてる愛の不時着を皆様ご存知でしょうか。私はコロナ禍に知って一気見しましたね。結構ハマりますよ。おすすめです。まだの方ぜひ見てみてください。広場はこんな感じ。すごい人いっぱいです。やっぱりこういうところは朝早い方がいいかもね。ちょっとこの周りも素敵なので、素敵。ちょっと充電なくなってきたので一回部屋に戻ろうかな。来る時に見た時計が見えます。大きな時計、あれはねすごく古いものらしいですよ。素敵。これが旧市街地なのかな、よく分かってないけど。こちらは今改装中のようです。大きな時計。ここがブラウミュンスター、シャガールのステンドグラスがあるところだそうです。明日ここ行きたいなと思ってます。もう充電どうだろう。バッテリーがだいぶギリギリ。なんかイベントやってます。ホステルの終点はこんな感じです。昨日ここまで来ればよかったな。ちょっと違う道で曲がっちゃったけど、昨日の夜ご飯抜きになっちゃったのでも遅かったからね、しょうがないね。ここもなんか良さそう。ランチとディナー。まだチーズフォンデュとラクレットをいただいてないので、今日はこれからラクレット食べに行こうと思います。まだねちょっと明るいから少し観光したいんですけどね。結局滞在してるチューリッヒが一番最後の観光になっちゃいました。なんかこれどっかでも同じようなこと言ったような気がする。明日は雨予報なんですけど、本当に降っちゃうのかな。ちょっと雲行き怪しいですね。でも私は雨に当たらずに過ごせているので、まだ傘は開いてないから明日どうなるかっていうところですけれども、降られないといいな。見て、時計が2つ並んでるんですけど、右側がセイントペーター教会で左側がブラウミュンスターです。いい眺めで、もう一個あるね時計。これは何だろう。時計スイスですからね、時計多いのかな。この人はどなたでしょうか。
転車に乗ってる人すっごい多いですね。ここもやっぱり車の税金が高いのかな。昨日の夜か来た眺めです。なんかね、自転車の大会があるみたいですね。そして一番近くにあるけどまだ行ってないです。明日行こう。ここは私チューリヒ港だと思ってたら違くてリマット川みたいですね。リマット川っていうんだそうです。でずっとちょっと先に行くとチューリヒ港につながってる感じ。明日今日みたいにクルーズ行ってみたいなって思ってるんですけど行けるかな。いい眺めですね。みんな写真撮ってる。こんなお店があったんだ近くに。ずっと電車に乗るのに反対方向歩いてたから気がつかなかった。さあもうお腹ヘリヘリなので今は、ラクレットファクトリーに向かってます。あと数分で着くみたい。ここだ。すぐでした。入れるかな。どうでしょうか。Hello, one person. はい、ここからはですねまたね著作権に引っかかる音楽がね流れてたのでアフレコで紹介したいと思います。結構ねスイスのメニューね英語で表示されてるんですけどやっぱり初めて行くところってでも何頼んでいいのか分かんないので大体ね私店員さんに聞いちゃうんですけどそれで大体それで頼んで、外れることないかなと思ってで今回頼んだものがですねお芋にチーズがかかってるものでした。でねあれできればねパンが欲しかったんですけどちょっとね頼み方が分からなかったですね。であとビールも、サイズが選べるんですけど2種類からでさっきねお昼にちっちゃいサイズの方にしたんですよ。だからちょっと、チーズだしと思って大きい方を、迷ったけどね大きい方頼みました。ちょうどね熱々の状態で来てますけどお芋がね4つとチーズがねたっぷりかかってます。このチーズね結構見た目だと胃もたれしそうな感じに見えると思うんですけどなんかあっさりしててねすごく食べやすかったんですよ。だからこの後ね全部ね完食してます。で一緒に添えられてたのがピクルスだったかな。これもね美味しかったです。今回のお会計は 24.9 スイスフランでした。この時のレートが172円だったのでだいたい日本円で4300円です。ビールね飲まなければもうちょっと安いかもしれないですけどね。でもねビールもそんなに高くはないんですよ。コーヒーとね同じぐらいなんですよね金額が。まだちょっと明るいですね。今夜の7時です。ここすごい並んでる。人気店なのか。あ、これさっき見たチーズフォンデュのお店だ。ここ来たいなと思ってたんだけどめっちゃ混んでるね。明日のお昼に来ようと思ってます。来れるのでしょうか。すごい行列ですね。さっきのラクレットファクトリーのご飯は 24.90 スイスフランでした。なんだけどここにチップが入るのでだいたい28スイスフランいくらだろう。もう200円で計算すると5000円ぐらいかな。でも5000円ぐらい高いね。でもいいよ一人だし
これが2人だと大変。この辺レストラン街なんだ。ちょっとさっきのお店すごい並んでるところ後でメニューチェックしてみます。フライングタイガー、ここにもありましたね。行ってみようかな。まだやってんのかな。お値段、そうだ、もうハロウィンだ。もうすぐハロウィングッズだ。高いね。日本円に考えると高いな。結構さ、この辺メイン通りっぽい感じになってますけど、その先にホステルがあるってことは結構立地的にはいいのかもね。中央駅からは離れてるけど、でも立地はいいと思う。ナイフのお店です。今回ナイフとか買えないからな。すごいみんな楽しそう。中央駅の方まで来た気がする。チョップスティックス、お箸だって。お店の名前がお箸。ちょっとスーパー行ってみようかな。11時までやってるんだ。来ればよかった。カフェラテは 3.6 フラン。でもサンドイッチとかあるね。明日もどっちみち食べに行っちゃおうかな。デリは買わないけど、ちょっとお土産を探してみましょう。でもビールとかは2スイスフランだからそんなに高いわけじゃないね。ハイネケンも 2.4。 ハイネケンの 500ml 初めて見た。ちっちゃいのもあるじゃんね。250だって。ヘルシンキでもあったけど出前1丁がありますね。 1.30 スイスフランだって。なんかいざとなったらラーメンとかでもいいね。初めて見ました。水色バージョン。ちょっとこれ珍しい。さ、黒とかは見るよね、よく。これ買っていこうかな。ちょっと珍しい感じがする。あとね、リンツのチョコレートが売ってるみたいなんだけど、スーパーに。リンツって書いてあるやつが美味しいよって言われてます。どれだろう。マッターホルンだって。お土産に良さそう。荷物増やせないのが痛いところですね。ちなみにリンドールもリンツ売ってますけどね。どうなんだろう。安いの？高いの？ 15.95 スイスフラン。これは 11.95 スイスフラン。そんなに安いとは思えないけど、どうなんだろうか。お土産に買いたいけどね。重くなっちゃうな。すごい、めっちゃカラフルな空も。しっかり夜が更けてきました。
で今回はですねスイスの旅行初めてだったので、ちょっとねいろんなところ電車で旅をしてきました。で昨日はツェルマットで、今日はルツェルンと、2つの都市を観光してきたんですけれども、あとチューリッヒですね。ここも今日とあと明日少し残した時間で観光したいと思ってます。おはようございます。ちょうどチェックアウトする時なんですけど、こんな風に布団に自分でねカバーしなきゃいけないです。シーツもでチェックアウトする時に全部剥がします。ちなみに皆様、ここ3泊でおいくらだと思いますでしょうか。ドミトリーって通常数千円なんですけれども、ここはですね3泊3万6千円、1泊1万2千円ぐらいになります。だいたい1万5千円のホテルを探してたんですけど、直前だったということもあって全然なかったんですね。なのでちょっとドミトリーに今回したんですけれども、なかなかいい場所でした。機会がありましたらぜひご利用ください。部屋の方ともねお話できたりとかするので、なんか英語話したいなっていう方はドミトリーとか使ってみるといいかなと思います。ちょっとね鼻の調子が悪くて鼻声なんですけど、風邪ひいたかなまた。そして今日はですね朝寝坊して起きたら7時半でした。いつもより2時間遅いのでちょっと急ぎながら準備をし終えたところです。で外ねやっぱり雨降ってますね。これからもう朝ごはんを食べに行こうと思います。この4階にいました。今日は朝寝坊して誰かの目覚ましで目が覚めたんですけど、7時24分でした。うわーと思って時計見てびっくりしたんですけど、いつも5時半ぐらいに起きてたから2時間も寝坊した感じですけどね。でも今日は特に予定はないのでちょうど良かったかな。しっかり睡眠取れて8時間ぐらい熟睡しました。で今日はご覧の通り雨です。本当に天気予報通りだった。残念だけどね、もう昨日夕方のうちにたくさん観光したので全く悔いはないですけれども。で今日は、これからですね朝食を食べに向かってます。さっきホステルの中で無料の朝食いただいてたんですけど、コーンフレークだけ少しもらって、今日はねちょっと人気のスイーツ店で朝食をいただきたいと思います。スイスに来たら行きたいなって思ってたお店と、あとお昼は昨日チェックしたチーズフォンデュのお店に行く予定です。それ行けたらもうね結構満足なんですけどね。そんな感じで今日もスタートしております。今日の予定は2時半までに空港を着くように行くので、2時ぐらいに一回ホステルに戻って荷物をピックアップして行く予定なので、お昼とかも全部早めに前倒しで食べに行く予定です。意外とねチーズってね私はここではお腹にたまらなくて、昨日もすぐお腹空いちゃったんですよね。なんか朝早い街はいいですね。雨のチューリッヒもなかなかですよ。なんかちょうど観光してる時は降らなかったからよかったな、それは。で今日の格好はこんな感じです。今日は傘を差して来た時の洋服ブラウスを着てダウンを着ております。セーター着るほどではないかなという感じの
今日は9月26日です。では行ってみましょう。もう9時でした。気がつかなかった。時間が経つのは早いですね。でもそんなに降らないかな。朝のうちだけだといいな。この先のスイーツ屋さんですよ。なんか結構ね、口コミ多いんですよね。昨日のうちに調べとけばよかったな。昨日イベントやってた場所ですね。ここに来ました。この先が旧市街なのかな。なんか建物がそれっぽいですよね。昨日歩いてきた場所ですけど。さて、ここはトラムの線路がいっぱい。ここ終着駅になってるのかな。さあ、ここのようです。この辺りなんだけど、あ、これだな。ここかな。多分ご飯食べれるのかな。本当に朝食はここなのかな。ここサンドイッチ、あ、ここですね。行ってみましょう。入り口が違ったんだ。さあ、何にしようかな。ブリオッシュ、トリュフブリオッシュとちっちゃいマカロンとカプチーノをいただきます。なんかあったかいな。冷たいままできちゃった。カプチーノ来ました。これ添えてあれば。お店すごい混んでる。満席なんだけど。待ってる間にすごい気になった。追加しました。朝からチョコレート。私普段チョコレート食べないんですけど、スイスチョコレート王国ですからね。いただきます。すごいボリューム。こんな感じです。はい、今回のお会計 22.20 スイスフラン。日本円でね、だいたい4000円ぐらいでした。まあまあなお値段ですよね、朝食にしては。でもいいです。ではこの後ちょっと観光していきます。今の時間10時35分です。だいぶゆっくりしました。1時間以上ちょっといたのかな。1時間半ぐらいいました。で、今日行くところをちょっと調べてたんですけど、皆様、私は、講師でもありますので、あとね、旅のテーマいつも、布屋さん巡りという風にしております。で、今日チューリッヒ最終日なんですけど、スイスといえば、皆さんご存知でしょうか。ベルニナというミシンがあります。実はベルニナはスイス発祥なんですよね。発祥っていうか、原産国ですかね。なんていうんだろうね。メイドインスイスなんですよね。で、今日はそのお店に行ってみたいと思います。その前にね、ちょっと
寄り道していきます。まだ教会とか寺院とかまだ見学してないので、今回は無料で回れるところを、回っていきたいと思います。最初にね、昨日見たセイントペーター教会に向かいます。結構私は、お酒飲むんですけど、チョコレートとかねあんまり食べないんですけど、ここに来てから毎日のようにチョコレートをね食べてます。まずホステルに行けばチョコレートもらえるし、最初飛行機でもチョコレートいただいて、そのチョコがねすごい美味しくて、でもらったやつをカバンの中に入れといて、お腹空いた時にパクッと食べてました。でさっきもいただいたので、さすがにねケーキもチョコだったからまだカバンの中入ってますけど、また飛行機乗る時にもらえそうです。今日は5時半の飛行機なので、2時ぐらいにはホステルに戻って空港に向かいます。なんか30分ぐらいで空港行けちゃうんですよね。それがねすごい楽ちんですね。なのでギリギリまで観光します。あとチーズフォンデュを食べたいので、お腹を減らすために歩きます。いっぱいいっぱい歩こう。あとね、ちょっと雨がね今ね止んでる状態なので、このままクルーズも行けるといいんだけどな、時間的にちょっと厳しいかもしれない。でもね、さっきの大きなチョコすっごい美味しかったですよ。ボリューム満点だったけど、私でも食べれた。こういうなんか細道いいですね。昨日はここまだ通ってなかったと。ここ行ってみましょう。チョコレートが美味しそう。かわいい。普通になんかブティックみたいなお店もありますね。この辺はブティック街なのかな。ね、今回観光が中心だったので、手芸店行かないのかなって思われた方いらっしゃるかな、もしかして。でね、手芸店ね、なかなかチューリッヒないんですよね。ちょっと離れたところにはあるんですけど、ベルニナショップがあればもう十分かな。どんなお店でしょうかね。ちょっと楽しみなんですけど、この辺もすごい可愛い街並みが、なんか日本人の方かなって思ってると、大体韓国人の方ですね。多分韓国ね、顔つきからなかなか日本の方には会えませんね。今こんな感じですね。すぐ寄り道して人の流れに来ちゃうので迷いそうだけど、多分大丈夫だと思います。これ行きましょう。おしゃれな街です。まだトラム乗ってないんだよね。後でちょっと乗ろうかな。スイストラベルパスを使ってると乗り物全部自由に乗れるから便利ですよ。電車も乗って長距離も行けるし、今回すごい役に立ちました。で、あと無料で入れる美術館もあるので、今日はそこにも行ってみようと思います。なんかまだ道中なんですけど、テスラのお店があったので、車のね、高級車ですけどね、テスラといえば。モナコでもすごいたくさん見てきたけど、すごいね。みんな路面店にあるの狙われたりしないのかな。どこだったかな、ドイツかな。フェラーリが飾ってあるショーウィンドウとかもありましたよ。ドイツだったと思う。あれはミュンヘンに行った時に見ましたね。車好きにはたまんないですね。見えてきましたよ。なんか雨がまたパラついてきました。そんなにね土砂降りって感じじゃないのでね、よかったけど。わー、ベルニナチューリッヒ、早速行ってみたいと思います。
うわー、ファスナーでなんて言うんだっけ。ハロー。すごい。Excuse me, can I take a video Yeah, you can do around that. here? Yeah. Because I'm teacher. Yeah. I'm using Bellonina sewing Okay. machine Okay. in my classroom. Yeah. So I want to show my student. Yeah, that's how it Okay, thank you, thank you. さあ、許可をいただきましたので、うわー、私の返事がみんな英語で何だか通じました。さあ、ロックミシンがあるんだ。うわー、店内こんな感じです。ここでワークショップがあるのかな。こんなに揃ってるベルニナミシン見るのは初めてですね。ここにもクリームさんありますね。コルクだ。これなら軽いかな。150センチ、49センチ。でもこれ一つ巻きなんだ。買っていけない。欲しいけど。布欲しくなる。いつも来るときに購入するボタン。ボタン選びしようかね。おしゃれだな。カラフル。これはハンドプレスっぽい。でもファスナー。私はボタンを買っていきます。何にしようかな。この辺りとか素敵。そうこのバイアステープをお買い物しました。You want me to cut more or is it okay like this? That's all. Shall we go to the... Yeah. You can see this? Yes. I come to this. Okay. Oh. タグがあるんだ。かわいいな。How much? 7. 7. Yeah.
And this one? 10. 10. Yes. Okay. Thank you. Bye bye. さあ、お買い物してきました。雨が結構降ってた。ちょっとこんな感じでボタンとバイアステープ、もう布は買えないからね。今回は資材を買う旅でもいいかな。ミラノも行くので1個 3.5 スイスフランだから1つあたり700円とか高いけど、もうね次来れるか分かんないので買い物します。言ってられません。これだけでだいたい1万円ぐらいですよ、お買い物。こんな手で持ってるけど高級なお買い物をさせていただきました。なんか店員さんもすごい親切でよかった。撮影させてもらえて。では次に向かいます。これも乗って移動します。一駅そんなに待たないですぐに来ました。雨がさっきより雨が降ってきちゃいましたけど、スイス国立博物館に向かってます。スイストラベルパスで無料で入れるので行ってみます。はい、これがチューリッヒ中央駅です。今の時間11時45分です。どうしようかな。12時半、1時間後ぐらいには戻ってきたいですね、ここに。それで1時にはチーズフォンデュのお店に行きたい感じです。ちょっと早巻きで行くかな。巻きで行けるかな、私がのんびりなので。どうでしょうか。正面から入ったチューリッヒ中央駅はこんな感じでした。ここでチケットを購入できます。チューリッヒ市内だけだったら1日ワンデーチケットとかそういうのでいいんじゃないかなって思います。ちょっと遠出しようかなと思ったら3日間以上だったらね、スイストラベルパスおすすめします。交通費だいぶ高いですけどね。ちょっと計算ざっとしたんですけど、スイストラベルパスを買っていた方が今回の旅行良かったですよ。後でまた詳しく紹介したいと思います。さあ出てきたところで多分正面がスイス国立博物館、あれがそうですね、正面ですね。これどうやって行くんだろう。突きっていいのかな。はい、到着しました。もうすぐでしたね。あそこの中央駅、地下も渡ってこれるので、雨降ってたら地下の方がいいかもしれない。では中行ってみたいと思います。周りも建物もすごく素敵ですね。雨の日はね、こういう館内で楽しむのがいいですね。はい、中に入ってきました。結構やっぱ雨だからかな、人が多い気がする。で、ここは大人が5スイスフランでした。違うわ、オーディオガイドが5スイスフランだって。書いてありました。エントリーフィーがね13スイスフランですね。でオーディオガイドが5スイスフランですね。この13スイスフランがだいたい2000円くらいかな。2000円ぐらいがスイストラベルパスで無料になります。でオーディオガイドを今アプリダウンロードしました。私はアハモなので全然気にせずにできますけど、日本からダウンロードしてる方がいいかもしれない。でも
日本語ないですね。イングリッシュにするしかなさそう。日本語のガイドはありませんでした。こんなになんか日本と友好都市が多いのに日本語がないなんてちょっと残念ですね。これ使って観光していきたいと思います。観光というかね、見学していこうと思います。Hello, I have a Swiss pass. Yeah, I need to see the date in the bag. Okay. Thank you. カメラは撮れないので、ここで切って中入ってきます。いただきました。あとリュックとか中に持ち込めないので預けなきゃいけないけど、私のボディバッグはギリセーフって言われたけど、ちょっとわかんないので一応このまま行ってみます。はい、見てきました。今時間がちょうどね1時間ぐらいゆっくり見れました。この後チーズフォンデュのお店に向かいます。結構なんだろう、チューリヒの歴史っていうのかな、なんか花柄の洋服とか見て楽しんできました。で、外は土砂降りです。駅の中に突如こんな水のオブジェみたいなのがありました。隣にお花屋さん、カフェも多くて、チューリヒは結構なんだろうね、都会なのかな。でも都会だけどそんなにせわしくない優しい感じの街でした。他の街に行ったけどスイスは結構居心地がいいですね。で、今回は結局両替も全くせず、現金は使わずクレジットカードのみです。さあ、外に出ると雨なのでこの辺りで結構雨が降ってきちゃいましたけど歩いて向かいます。歩いてね、ここから多分 5,6 分だと思うんですよね。最後のチューリヒリマット川ですかね。少し水かさが増えているような気がしなくもないですが、チューリヒ湖は昨日電車の中で見ることができましたけれども、はい、ここはチューリヒ湖だと思ってたらリマット川でした。この南京錠はどこに行ってもありますね。こんな感じでいっぱいかかってます、南京錠。雨でもいい眺めですね。さあ、そろそろ到着です。昨日大行列だったけど今日はどうでしょうか。ここでチーズフォンデュをいただいていきたいと思います。ここで待たないといけないか。Only one person? Outside or inside? Inside, please. Thank you. スイスチューリヒ。さあ、何にしようかな。チーズフォンデュ、ラクレット、この辺で選びます。金額もね、そんなに高くないですね、思ってたより。だから人気なのかな。余計に美味しくて安い、いいですよね。ちなみにこれラクレット、こっちですね。このお店の目の前がラクレットファクトリーになってます。まあ、ラクレットは目の前のお店でいいかもね。
ちょうど今1時10分です。多分歩いてね、駅から10分ぐらいちょっと撮影しながら来たけど、この人がかわいい。ちょっとこれ持って帰りたいな。Very nice. Yeah, I give you up to me. Ah, really? Thank you. So I want to order cheese fondue. Additional? Very small one. Yeah, this is for one people. One for one piece? Yeah. Okay, one piece. 一番小さいのでね、33スイスフランでした。全然勘違いしてた。で、ビールを頼んだので、36スイスフランっていくらなんだろう。でもさ、なんかご飯食べるときは計算しちゃうけど、さっきみたいに手芸屋さんでボタン買うときとかは全然計算しなかった。まあ、そんなもんですよね。好きなもの買うときは計算しないで食べるものはね、ちょっとね節約志向になっちゃいますけど、いつもこういう感じなので美味しいものをいただいてスイスを後にしたいと思います。かわいいこのマット、本当意外とね中広い。こんな感じです。外のテラスもあります。Like this. ああ、いや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 。すごい美味しそう。Thank you. Yes? Okay, thank you. お、デモしてくれました。美味しそう。で、ここでこのペッパーを使うといいよって。このパン全部食べれないけどね。いただきます。今調べたんですけど、リッツのお店がちょっとここからですね4、50分かかるみたいなので、もう今回は諦めます。美味しい。ブツブツ言ってる。たっぷりつけて、でもね全然重たくないよこのチーズ。値段は39スイスフランでした。はい、外に出てきました。もう土砂降りの雨、こんな感じの場所でいただいてました。チーズフォンデュ人気店ですね。今、2時20分です。この後2時41分の電車で空港に向かいます。直通の電車です。来るときそれに乗ってくればよかったっていうぐらい。ホステルから歩いてすぐのところの駅なんですけど、ちょうどいい時間かな。ちょうど荷物ピックアップして駅に向かいます。もう最後の眺めですけどね、食と観光と大満喫なチューリッヒでした。皆様にもお楽しみいただけてたら幸いです。通り道なのでちょっとだけ中に入っていこうかな。少しだけ見てきます。はい、荷物をピックアップして今、34分ぐらいです。こんな感じで、さっきミュンスターだっけ、なんか教会の中に少しだけ入りましたけど、まあでもなんかリュック楽かもね。スーツケース持ち上げなくていいんで。ここから5分ぐらいなので、もう少し頑張って少し歩きます。駅が近いのはね非常にありがたい。毎朝歩いてた道ですね。このコープも結局来なかったけど、アイスを食べたかったんだよね。
空港でアイス食べようかな。お口直し必要です。でもあそこのホステル本当にアクセスいいかも。さっきのチーズフォンデュのレストランもラクレットチーズのレストランも5分以内で行けます。でこの駅も5分以内だし、船は使わなかったけど船乗り場もすぐ近くですよ。ぜひドミトリーに興味がありましたら、あとホテルとか選ぶときも立地的に選ばれるといいと思います。で今度空港行くのには1番線なのでこのままホームに着く予定です。このぐらいの距離だとリュックの重さを感じずに済みますね。ありがたいわ。この後41分2時41分の電車に乗ります。そうするとね50分ぐらいに着くんだよね。59分か。すごい近いんですよ。すごくないですか？だから2時間半前ぐらいかな。飛行機の時間が5時半なので、ここでちょっと屋根あるところで飛行機じゃない電車待ちたいと思います。もう次の電車かな。2時41分、駅はねこれです。ステイドルホフンっていう読むのかな。読み方は分かんないけどすごい早くないですか？だってまだ37分だから3分ぐらいしか歩いてないかも。でいつも反対方向に乗ってました。チューリヒ中央駅に乗るために。今回はこっちです。帰り楽だわこれ。本当おすすめ。今回持ってきた折りたたみ傘はこれ。以前ね海外旅行家族で行ってた時に買ってたやつなんですけど、家族分買うのに安いの見つけて1本500円だったと思います。すごい小スペースでかさばらない平らなやつ、すごい重宝してます。500円でまだ持ってくれてます。帰りの電車が来ました。もうねほぼ時間ぴったりですね。大体前の方がファーストクラスだね。セカンドでなんか荷物重いな。背中がとっても重い。さあ頑張って乗りますよ。空港行きなのでちょっと混んでますね。空港到着しました。早くないですか？今時間ちょうど3時ぐらいです。あっという間に着いちゃった。ほんのさ30分前までチーズのお店にいたのに。すごい近い。チューリヒアクセスめちゃくちゃいいですよ。こんな近い空港なかなかないですよ。いろんな国行ってきたけどこんなに近いの初めてかも。来た時にあそこで買ったんだよね。最初分かんなかったから。本当はホステルのすぐ近くに駅があったのに Google ナビちゃんと調べればよかった。さてチェックインに行きます。スイス航空なのであそこかな。見てすぐここチェックインカウンター。すごくない？何このアクセス。まだ電車降りて1分経ってないと思うんだけど。さてこれから今日はミラノに向かいます。15時30分あれだ。LX16223 番チェックインカウンター3番。はい。で今回もビジネスなのでファストトラックが使えるはず。
いや、ありがたいですね。預け荷物もないし、なんかリュック重いけどちょっと距離考えれば本当に楽かもね。ではチェックインに行きましょう。こんなビジネスなんてマイル旅じゃないと使えません。 OK? There you go. Like to Milan? Yes. Okay. So today's flight Terminal 1. Terminal 1. This to Milano. Where? Ah, sorry. Upstairs. Thank you. お土産のシンブルをまだ買っていないので、それだけ買っていこうかな。あるかな。空港のキオスクにもリンツが売ってる。すごいね。5.5 スイスフラン 100g。意外としますね。ではミラノに向かって出発します。今3時半です。Tre. Ja, ja. Thank you。いつもうまくいかないんだよね。さあ、いつものお土産シンブル買いました。唯一これぐらいかな。あとチョコレートか。あとはもう胃袋と目に焼き付けてミラノに向かいます。ちょっとラウンジ行きます。まだね時間たっぷりあるんで行きましょう。今回は本当にね現金全く使わなかったんですよね。でシンブルもどこだっけ、セルマとか買おうと思ったけど10スイスフラン以上じゃないとカード使えないって言われちゃったんで買うの諦めちゃったんですけど、あとそれぐらいで現金使う場面1回もありませんでした。ほとんどねクレジットカード使えますからね。両替で手数料取られて今ずっと円安が続いてますから、クレジットカードの決済の方がもう総じていいと思います。で現金余っちゃうと結局使わなきゃってなっちゃうので、クレジットカードおすすめします。ぜひぜひ。あとね現金必要になった時はクレジットカードでキャッシングができるので、キャッシングした場合日本に帰ってきてすぐ繰り上げ返済すれば手数料もそんなにかかりませんので、そんな風に活用してみてはいかがでしょうか。混んでますね。インターラウンジめっちゃ混んでる。こんなにビジネス乗る人がいるんだね。すごいよね。そうだけどお腹がいっぱいだよ。お腹がいっぱいで食べれません。ちょっとオレンジジュース飲もうかな。スープとサラダジュースにしました。ちょっとミラノのことを少し調べます。さあもう一つのラウンジ行ってみましょう。教えてもらいました。でもこっちの方が景色がいいはずなんだよね。Hello。確かにこっちの方がいいわ。なんかこうワーキングデスクがある。そして空気が見える。土砂降りだ。ビールすごい。品揃えは先ほどと変わらない感じかな。
あら、チョコレートが。どうやらミラノも雨っぽいですけど、どうなるでしょうか。ビジネスですけど、エコノミーと同じ。ポルトガル行った時と一緒かな。マイナスだけでした。ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。結構ね長い動画になりましたけれども、次回からはですねイタリア・ミラノの方を旅してまいります。よかったら引き続き楽しんでいただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。